アブー・ワーキド・アルライシー、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれがモスクにおられた時のことです。そこへ3人の男たちがやってきました。2人はアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれの方へ進みましたが、1人は去っていきました。進んできた2人のうち1人は、座っている人々の中に隙間を見つけてそこに座りました。もう1人は、人々の後ろの方に座りました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、説教を終えられると、次のように仰いました。あの3人について教えようか。まず1人は、アッターに身を寄せた。故に、アッターは彼を受け入れ、慈悲を注ぎた。もう1人は、遠慮した。恥じらいを持った。故に、アッターも彼に対して遠慮なされた。彼を罰せず、慈しまれた。しかし最後の1人は、背を向けた。故に、アッターも彼に背を向けられた。見放されたのだ。サヒーフ・アルブハーリー第474番。ハディースの小説。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、人々を教えることにおいて最も優れた詩でした。彼は日常の出来事を通じてサハーバ、仲間の信徒たちに教訓を与え、現世と来世の両方において彼らを導くために例え話を引かれました。このハディースでアブー・ワーキド・アルライシー、アッターが彼を喜ばれますようにが伝えているのは、ある日、預言者がモスクでサハーバたちと座っていた際、3人の男がやってきた時のことです。第一の男、知識のは、ハルカーの中に空きスペース、隙間を見つけ、そこに座りました。第二の男、人々を押し分けたり窮屈な思いをさせたりするのを、恥じらい、はやー輪の後ろに座りました。第三の男、その場に背を向け、知識の輪に加わることなく去っていきました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが、クルアーンの指導や知識の伝達といったその時の仕事を終えられると、次のように仰いました。あの3人の男たちの状況について教えようか。まず1人は、アッターに身を寄せた。故に、アッターは彼を受け入れられた。彼は預言者と共に座るという誠実な意図を持っていたため、アッターは彼にその場所を整え、預言者の近くへと導かれた。一節には、審判の日にアッターの玉座の影に彼を招き入れることを意味します。2人目は、恥じらい、はやーを持った。預言者や仲間たちを押し分けることを避け、あるいは知識の場を完全に去ることを申し訳なく思い、後ろに座った。故に、アッターも彼に対して、罰することを恥じらわれ、慈しまれた。彼は無理に割り込まなかったものの、その場の祝福や報奨から遠ざけられることはありませんでした。3人目は、背を向け、預言者の集まりから遠ざかった。故に、アッターも彼に背を向けられた。アッターは、彼がこれら清らかな義人たちと共に座る幸運、タウフィークを与えられなかったのです。ハディースの重要な教訓と益。アッターの属性としての、恥じらい、はやー。このハディースは、アッターが、恥じらいという属性をお持ちであることを証明しています。しかし、それは被造物、人間の恥じらいとは異なります。人間の恥じらいには恐れや弱さが伴うことがありますが、アッターはそれらから超越されており、アッターの恥じらいは、神の完全性にふさわしい、至高なるお姿としての恥じらいです。知識への無関心に対する警告。自らの意志で知識の集まりに背を向ける者は、アッターの怒りに触れる危険があります。アッターに見放される、背を向けられることは、信徒にとって最大の損失です。座席の礼儀。集まりに来た際は、すでに座っている人を立たせるのではなく、列の最後に座るのが正しい礼儀です。学者の能動的な指導。学者は、質問されるのを待つだけでなく、自ら進んで有益な知識や情報を周囲に話して聞かせることが推奨されます。恥じらい、はやーの称賛。謙虚さや恥じらいを持つことは美徳であり、アッターからの特別な慈悲を受ける要因となります。まとめ、ハディースの益、ポイント。知識の集まり、マジャーリス、アルイルムに座ることは強く推奨される。列の隙間を埋めることは望ましい行為である。教育の場において、演座、ハルカーになって座ることは推奨される。空き場所がない場合、無理に割り込まずに後ろに控えることは、謙虚さと恥じらいの表れであり、高く評価される。アッターの属性、恥じらい、受け入れ、背を向けることなどは、神の完全性にふさわしい形で認められる。正当な理由なく知識の場を避けることは、アッターの加護を失う原因となる。過ちを犯した者や罪人の状況を、警告や多山の意思とする目的で話すことは許容され、それは陰口、ギーバーには当たらない。